今日は大きな新機能が2つ追加された。スタジオバージョン 1.2 のアップデートを解説するよ。どちらの機能も優秀で便利に使えると思う。バージョン 1.2 のアップでは個人的には高評価だよ。1個目の機能は RemoveFX。FX を消す新しい生成方法だよ。ステムでボーカルだけを分離してもエフェクト付きボーカルになってしまって、ボーカルだけの音を抽出できないことがある。そういう時に使える新機能だね。FX を除去したいクリップを右クリックして RemoveFX を選択すると FX を除去したクリップが生成されるよ。クレジットはかかるから気をつけてね。具体的にどんな生成結果になるのか、実例を聞いて確かめてみようか。ここはスタジオ、二人だけの言い訳を置いてきた場所。ここはスタジオ、二人だけの言い訳を置いてきた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 。エフェクトを思いっきりかけてみたよ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 。このように RemoveFX 生成はエフェクトを消したデータを生成できる。ただ実際の挙動はエフェクトではなく弱い音を消しているって感じかな。例えば曲全体に RemoveFX を使うとドラムやベースが消えたりすることもある。逆にさっきの例のギタートラックのような強すぎるエフェクトは消えないことも多い。現在の RemoveFX は生成結果が不安定でうまく除去できないことも結構多いよ。ただDAW でミックスを行う人にとって待望の機能であることに間違いはないね。DAW を使わない人も不要な弱い音を消す機能として使えなくはないかな。一応新しい生成方法ではあるんだけど弱い音を消すだけの生成しかできないからこの生成を本来の用途以外で利用するみたいな使い方は多分ないと思うよ。それじゃ次の機能の解説をしていくよ。2個目の新機能はワープマーカー。この機能は DAW によって名称は異なるけど大抵の DAW に存在する機能ではあるね。この機能は言葉で説明するとややこしいからまずは実際にどんな機能か使ってみるね。まずは画面右下に新しく追加されたクリップエディターボタンを押す。次に操作したいクリップデータを選択する。すると画面の下に操作画面が表示されるよ。テンポはマニュアル、マーカーはトランジェントにする。この辺の設定は後で詳しく解説するよ。上の画面でクリップの一部分を選択すると下の画面もその部分だけのデータになるよ。下画面の白いマーカーの位置を見ながら再生される曲を聴いてみてね。スタジオの中でスタジオの中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 でスタジオの中で見つけた。このようにワープマーカーを使うと音を鳴らす位置を手軽に変えることができる。具体的な挙動を説明すると範囲を縮めた部分は高速再生して範囲を伸ばした部分は低速再生する。それで辻褄を合わせるって機能になるよ。
だから再生速度の変化による音質の劣化は多少は起きると覚えておくといいね。この画面の操作方法を解説していくよ。まずはタイムストレッチボタン。このボタンをオフにすると機能が無効化される。使いたくないときはオフにするといいね。リセットマーカーは3種類の設定がある。デフォルトはオンビートなんだけど、この設定が一番説明が難しいんだよね。だから他の項目から先に説明する。トランジェントはさっき使った通り、強い音の発生する地点にマーカーを置く。細かくマーカーを置けるのはこれだけなので、この機能では基本的にこの設定を使うといいよ。スタート&エンドは名前の通り、曲の最初と最後にだけマーカーが置かれる。この設定でマーカーを動かすと、曲全体の長さが伸び縮みすることになる。つまり曲全体の再生速度が変化する。アジャストスピードとほぼ同じ機能だよ。ただアジャストスピードと違って範囲に合わせた再生速度を選ぶのが簡単。前回の動画で話したセリフを特定の範囲に合わせるみたいな調整が楽にできるね。最後にデフォルト設定のオンビート。これはテンポの変化するところにマーカーを置く。そう説明されてはいるんだけど、実際に使ってみると挙動がよくわからない。変な位置にマーカーが出ることが多くて、現状は使いようがない設定に思えるかな。ちなみにマーカーは手動で追加もできるよ。追加したい場所をダブルクリックするだけ。次はボーカルトラックに対してワープマーカーを使ってみようか。スタジオの中で見つけたスタジオの中で見つけたスタジオの中で見つけたマーカーはダブルクリックするだけで追加・削除を行うことができるので、トランジェントの設定のままではなく、必要に応じて追加・削除をしていこう。次はクオンタイズの項目を解説するよ。クオンタイズはズレを補正する機能。カレントグリッドが一番わかりやすいかな。これは画面上の線にマーカーを合わせる。下の画面の線と揃っていないマーカーを選択してカレントグリッドをすると線と揃う。一番近い線の位置に移動するよ。これがクオンタイズの基本的な仕様。カレントグリッドは下の画面の線と一致させる。これは画面表示に応じて効果は変わるね。選択範囲を狭くしてより細かい線になると、より細かい線に合わせて揃えるってこと。他の設定は全て画面表示とは関係ない。4分の1ノートは四分音符の位置に揃える。トリプレットにチェックを入れると3連符形にも対応できるよ。申し訳ないけど時間の都合上、音符の長さの説明は省略させてもらう。それじゃ今度はクオンタイズを使って実際にマーカーの位置を調整してみようか。明かりの下で明かりの下で影明かりの下で明かりの下でクオンタイズは本来ずれた生演奏の音を補正するために存在する機能なので、スノのように機械で生成した音に対してクオンタイズを使う機会は少ないと思う。クオンタイズを利用して特殊なリズムを作ったりもできるけど、特殊な使い方だね。最後にテンポの話もしたいけど、これも時間の都合上省略させてもらうよ。ワープマーカーはテンポをマニュアルにしないと動作しないことが時々あるとだけ言っておく。ということでバージョン 1.2 で追加された。
2つの大きな新機能の解説はこれで終わり。ただ公式が新機能は4つだと言ってるから、残りの2つについて一応紹介しておくよ。3個目の新機能は表紙の設定。4拍子以外の設定もできるようになったよ。ただ残念なことにこの表紙設定は BPM 設定と同様に生成に影響を与えない。5拍子に設定して無音状態で生成しても生成される音は4拍子になっちゃう。だからこの設定で変わるのは見た目だけ。小節線などの位置が正しくなるだけだね。小節線が見やすくなるから便利ではあるよ。ただ機能追加ってレベルではないね。4個目の新機能は生成したデータの操作性の向上といえばいいのかな。スタジオで生成したデータはトラックの下に並んで表示される仕様になってるけど、上矢印のボタンを押すことでそのデータを一番上にコピーできるようになったよ。いやまあデータを上にドラッグすれば今までも同じ操作はできたと思うけど、これ以外の変更点が見当たらないけど、私が何か見落としてるのかな。まあ後半2個の話はさておいて、前半2個だけでも素晴らしいアップデだね。どちらもかなり優秀な機能なので実際に試してみてほしいな。それじゃまたね。